私は今、信陽地方の舞台である北海道でリアルポケモン旅をしています。ゲームのモデルになっている地を回りながら、こちらの超鬼畜な縛りプレイをこなしてクリアを目指しています。今回は、野茂世大湿原のモデルになっている釧路湿原に行ったり、カンナギタウンのモデルになっている遠軽町にも行きます。では、リアルポケモン旅をお楽しみください。おはようございます。いや、今日めちゃくちゃ雨降ってて、片付けしてるだけですごいびしょびしょになっちゃいました。今日は野茂シティのモデルになってる釧路市に向かおうと思います。で、野茂シティに向かう途中に利尻湖のほとりっていう場所を通っていくみたいなんですけど、そこのモデルになっている標茶町に寄ってから釧路市を目指したいと思います。そしたらここからだいたい2時間くらい標茶町までかかるみたいなんで、ちょっと天気悪いんですけど、安全運転で向かいます。お腹が空いちゃったので、セイコーマートで朝ごはんを買ってきました。で、このうま塩チキンがもうめちゃめちゃ美味しくて、今までなんで食べてなかったんだろうって思うぐらいすっごい美味しかったです。お腹は満たされたので、標茶町を目指します。標茶駅の近くの駐車場に到着しました。ちょうどね、雨が上がって結構晴れてきたんで、ちょっとこの周りを見てこようと思います。駅の形が雪わらしみたいですごい可愛い。遠くから見るともっと雪わらしに見えます。駅の前には昔ながらの郵便ポストがあったり、なんとどこでもドアもありました。これが使えたら楽なんですけどね。大きな通りに出てみましたが、利尻湖のホテルには全然似ていませんでした。あまり人もいないので、結構静かな街です。駅から離れてみると、釧路川がありました。屈斜路湖から流れ出て太平洋へと続いているそうなのですが、全長はなんと154キロもあるそうです。ゲームのマップを見てみると、ここが利尻湖のほとりです。実際の北海道の地図と見比べてみたところ、ほぼ同じ位置にあります。ただいまー。いや、すごい晴れてくれてよかった。この調子で今日一日ずっと晴れてくれてたらいいんですけどね。それじゃあゲームの中でも利尻湖のほとりに移動します。よし、じゃあ再開します。ここは下だね。利尻湖のほとり。どこかな？なんかいる。この人たち何してんだろう。湖を守るため世の中には立派な人がいるんですね。赤木さんだって。湖を守りたいんだ、銀河団。どういうことだろう。マイナーシゲット。ここはこの人何してんだろう。困ったわ。またルームキーを落としたみたい。ここホテルなんだ。じゃあ入れなくなっちゃったね。君、この先は渚シティでは停電があったんだ。じゃあまだ渚シティには行けないってことだね。ここはレストランか。いっぱいいる。食事だけではなくポケモン勝負もお楽しみいただけますだって。じゃあダブルバトルできんのかな。やっぱりダブルバトルだ。なんか変わった組み合わせだね。ユンゲラーとスカンプを繰り出した。行ってこい、コリマリヒコマロ。よし、じゃあ、電気ショックをスカンプに打って、ヒコマロは火炎車をユンゲラーにしよう。ユンゲラーはね、B 低いから落ちそうだけど。オッケー、落ちたー。オッケー。電気ショック。どんぐらい入るかな。まあ。よし、大丈夫だね。じゃあもう一回電気ショックと、引っかくにしよう。引っかく。よし、オッケー。
36レベルに上がった。噛み砕く覚えるって。いや、これはさすがにね、覚えさしとこう。じゃ、噛みつくかな。オッケー、やったー。おー、V ゼルだって。じゃあ、コリマルの電気ショックで余裕だね。電気ショックいけ。よし、オッケー。おー、やったー。2640円ありがとう。じゃあ、お金も結構ここ稼げそうだから全員とバトルしていこうかな。よし、これ全員倒したね。レストランなのにさ、バトルだけして出てきちゃったここも全部ホテルかな。ホテルっぽい。そうなんですよ。私も旅してるんですよ。Lはるばるね、新大まで来ました。じゃあ、下行ってみようかな。ここなんだ？素敵なホテル、いつかポケモンに乗って現れる王子様を待ってるんだね。213番道路。赤いかけらを見つけた。なんだこれ。あ、東のカラちゃんだ。かわいい。あ、トレーナーっぽいこの人。じゃあバトルしてこう。この子もバトルできそう。よし、オッケーオッケー。あ、回復しとかないとね。よし、回復オッケー。じゃあこっち進めばいいのかな。いっぱいいるね、なんか。高い感じのホテルとレストラン。なんかリゾート地みたいな感じ？足跡博士の家だって。何それ。どうもこんにちは、お邪魔しますよ。足跡を見れば何を考えてるかポケモンのことわかるんだ。へー。何それ。ポリマル2とリノは親友だもんねって。嬉しい。ポリマルが私のこと親友って思ってくれてんだ。足跡リボンをもらった。何それ。よくわかんないけど親友ならよかった。よし、じゃあ回復して。よし、じゃあ行こう。こっちは岩砕きで進めそうだね。でもどこになんもないな。モザマシンだ、ラッキー。いいね、いいね。この崖の上になんかあるんだ。でもロッククラブないから行けないんだよね。じゃあ来た実もらってこう。イアンの実。チーゴの実。チーゴの実。バンジの実。これで全部だね。この下はなんもなさそうだね。この先のモスシティか。そしたらゲームは一旦ここまでにしときます。それじゃあ次はノモセシティのモデルになっている釧路に向かいます。ここから1時間かかるかかかんないかくらいみたいなんで近くてよかったです。それじゃあ出発します。ガソリンがだいぶ減ってきたので、ガソリンスタンドに来ました。5000円で満タンになったので、これでしばらく安心です。釧路駅の近くに3時間200円の駐車場を見つけたので、ここに止めることにします。ノモセシティのモデルになってる釧路市に到着しました。それじゃあ駅周辺を散策してきます。釧路駅に到着しました。かなり味のある見た目でかっこいいです。駅前にはかつて街を走った蒸気機関車の車輪が展示されています。釧路駅前はホテルやビルが多く立ち並んでいます。駅前はあんまりノモセシティに似ている感じはありませんね。少し駅から離れるとノモセシティと同じく海があります。
現実世界にも船が2隻あったので、ここがモデルになっているかもしれません。ゲームのマップを見てみると、ここがノモセシティです。実際の北海道の地図と見比べてみたところ、モデルにはなっているものの若干位置が違いました。戻ってきました。それじゃあゲームの中でもノモセシティに入ります。よし、じゃあ再開します。この子に話しかけてみよう。トバリシティから囲めるすごく遠かった。確かに遠かったかも。ノモセシティ。大湿原を見たくて湖のほとりのホテルに滞在してるんだ。銀河団だ。いら。なんだお前、ジムバッジ3つしか持ってないお子様が我々銀河団の邪魔をするんじゃない。なんでだ、すごいだろ、3つを持ってんだよ。なんだこいつ、嫌なやつだな。ノモセ大湿原展望台ゲート。へー。なんだろう、受付？大湿原へようこそ。500円でポケモン取り放題？ポケモンゲットできないしお金かかんならいいかな。ポケモンがレベルアップで技を覚えるまで進化させない。ここジムかな？マキシマム仮面。なんだそれ。ノモセジムのジムリーダーはとにかくすごいんだよ。挑戦したら凄さがわかるって。フレンドリーショップあったから生産しとこうね。さっきガソリンも入れてきたから結構消費するなんだよね。朝ごはんが700円だからいい傷薬が1つ。ガソリンが5000円なんで、じゃあ傷薬を12個で3600円分と、あといい傷薬を2個で1400円、合計5000円。で、今止めてる駐車場が200円なんで、巻き直しを1つ。よし、これで OK。じゃあ次どこ行こうかな。もうジムに挑戦しに行けばいいかな。この人は大湿原だけにいる珍しいポケモンを調べてるんだ。ノモセはそんなに暑くならないんだね。確かにね、釧路涼しい気がします。ポケモン屋敷に行ったことある？ない。ポケモン屋敷ってどこにあんだろう。お邪魔シーンあげるって人がいたけど、俺断っちゃった。切り払いゲットできるんだ。じゃあさっきの500円のとこお金払ってでも入んなきゃいけないね。よかった。スルーしちゃうとこだったよ。じゃあジム行こうかな。何これ面白い。どうなってんのこれ。こっちか。すごい。なんか仕掛けがあって先に進むやつだね。苦手なんだよな、こういうの。じゃあ水タイプっぽいからこれ丸先頭にしとこうね。何使ってくるかな。カラちゃんとかいるかね。浮き輪ボーイのクッドが勝負を仕掛けてきた。かわいい。ブイゼルだ。じゃあこれ丸で余裕だね。そしたらスパーク温存したいから電気ショックでいけ。よし、一発だ。よし。結構レベル差あるから余裕だったね。かわいい。ジムリーダーより強いかも。だって312円手に入れた。ありがとう。じゃあこれ水がなくなった。じゃあボタンを押して水が引いたところを通る感じだ。なんかボタンめっちゃあるな。この人とバトルしよう。水のとんでもないパワーうまく使える俺に勝てるかな。何のポケモン出してくるかな。コイキングとかだったらおもろいんだけど。ドジョッチだ。確かドジョッチはね、地面タイプ持ってたから電気技効かないんだよね。じゃあ噛み砕く。少し残っちゃうね。アクアテール。まあ。じゃあもう一回噛み砕く。いけ。よし、オッケー。いいね、スムーズ。もうこれまで大活躍だ。賞金として1040円を手に入れた。すごい。さっきの浮き輪ボーイが300円台だったからさ、やっぱ大人の人はいっぱいくれるね。
じゃあ回復もちゃんとしといて。これどこに行けばいいんだ？おお、行けるようになってる。オッケーオッケー。よし、じゃあこのボタン押してみよう。下に繋がるようになって。この子さっきバトルしたね。あ、こっちか。マキシマの仮面みたいに強いトレーナーになりたいの。だって。おお、そんな強いのか。浮世ガールの浮江が勝負を仕掛けてきた。なんかめちゃくちゃ安直じゃない？浮江ちゃんって。ルリリかわいい。よし、じゃあ回復して。よし、先進もう。ボルトチェンジ、いけ！おー、一発だ。いやー、ゴリマルすごいぞ。大活躍だ。あ、彦摩呂36レベルになった。あ、インファイト覚えたいって。絶対覚わせなきゃじゃん。じゃあ、引っかくと入れ替えようかな。おー、やったー。おー、1056円ありがとう。彦摩呂進化だ。進化させてあげたいけどさ、まだ豪華ザルのフィット持ってないんだよね。いやー、早く寿していきたいな。よし、じゃあここ押して、こっち行けないな。じゃあ下か。あれ、2個ある。あれ、どこも行けなくなっちゃった。じゃあどこ？こっち行けないもんね。あ、これか、これか。じゃあここ押したら、あ、ここ行けるようになってる。よかったよかった。こっちかな？あれ？入れないな。あ、なんか違うか。めっちゃ勘違いしてた。じゃあこの人で最後かな？よし、オッケー。お、ジムリーダーのところ繋がったかな？オッケーオッケー。よし、じゃあ回復してね。あ、HP 満タンだった。よし、じゃあ行こう。めっちゃプロレスラーみたい。よく来た。俺様こそがノムセスティージポケモンジムのジムリーダーで、そのままマキシマム仮面。かかってこーいだって。なんか可愛い人だね。喋り方も可愛い。ジムリーダーのマキシが勝負を仕掛けてきた。なんだろう。ギャラドスだ。よし、結構に丸。じゃあここは威嚇の打ち合いだね。じゃあ威嚇入ってるけどスパークでいけ。一発だ。ラッキー急所だって。これは有効急所かな？どうだろう。よしよしよし。次ヌオーだって。じゃあ電気タイプ効かないから彦摩呂に変えようかな。よし、コリマルお疲れ。いけ、彦摩呂。いや、ヌオー今回の旅で初めて出てきたな。かわいい。彦摩呂はちょっと撫でてほしいみたいだって。バトル終わったらいっぱい撫でてあげたいね。じゃあここはインファイト。落ちて落ちて落ちて。落ちない。いやー、ビート D 下がるからやばいかな。ヌオのマットショット。耐えて耐えて。よし、オッケーオッケー。でも S 下がっちゃったな。じゃあここはマッパかな。回復しちゃった。いや、だったらインファでよかったな。じゃあマハパンチ。まあさすがに上取ってるよね。じゃあインファイトで。よし、上取ってる。落ちろ落ちろ。オッケー。これでコリマル通るんじゃないかな。フローゼルだって。じゃあコリマルだね。頑張れコリマル。今のいい攻撃だったな。フローゼルを繰り出した。威嚇で下げて。
じゃあ、ここはスパーク。フローゼルの塩水。結構入るね。よし、落ちろ。やったー。オッケーオッケー。コリマルナイス。ジムリーダーのマキスの勝負に勝った。いや、今回コリマルのおかげで楽勝だったね。やったー。3840円ゲット。ありがとう。コリマルごめんね。今回も頑張ってくれたんだけど、進化させてあげられなくて。まあ、結果はこの通りだが、お前と戦えてすごい楽しかった。ありがとう。やったー。4つ目のバッジだ。フェンバッジをもらった。もう半分もいったんだね。切り払いというポケットの秘伝技を使うには、そのペンバッジが必要だって。やったー。使えるようになったー。シールももらった。ありがとう。おざましん55を手に入れた。これは塩水が入っている。体力が半分より少ない時にお見舞いすると、ダメージが2倍だって。いいね、いいね。よし、じゃあこっちから直接帰れんのかな。そうっぽい、そうっぽい。いや、面白かったな、このジムの仕掛け。よし、じゃあこの後、百瀬大湿原に行きたいんだけど、確かね、PP がもうだいぶやばいんだよね。ポケセン使っちゃうか。百瀬シティね、もうあんまり来ないと思うんだよな。よし、じゃあポケセン行っちゃおう。よし、じゃあお姉さん回復お願いします。よし、これで PP 全回復だ。ありがとうございました。助かりました。よし、じゃあこの後は切り払いを取りにね、百瀬大湿原に行くんですけど、なんか手紙見てみたら、百瀬大湿原のモデルになってる場所があるみたいなんで、一旦ここでゲームやめておきます。じゃあ次なんですけど、百瀬大湿原に行きたくて調べてみたら、そのモデルになってる釧路湿原っていう場所があるらしいので、これからそこに向かいます。百瀬大湿原のモデルの釧路大湿原が見渡せる展望台まで来ました。この先の遊歩道を渡った先に湿原を見渡せるスポットがあるらしいんで、早速行ってきます。駐車場から展望台まで200メートルなので結構近いなって思ったんですけど、上り坂になっているのとアブがかなり多いので、いろんな意味で結構きついです。ここがまさか日本とは思えないぐらいの大自然が広がっています。ゲームの舞台の百瀬大湿原と同じでかなり広いです。午前中に見た釧路川も見つけることができました。釧路湿原はこの企画がなければ来ることはなかったと思うので、本当に来れてよかったです。戻ってきました。いやー、湿原めちゃくちゃすごかったです。あれはね、絶対に肉眼で見た方がもっと感動できると思うので、ぜひね、ここも来てみてほしいスポットです。いやー、夕方に来れて本当によかったな。よし、それじゃあゲームの中でも生瀬湿原に入ります。じゃあゲーム再開します。じゃあ百瀬大湿原この中だよね。すいません、また来ました。大湿原ようこそ。500円でポケモン取り放題。ルール上ね、私はポケモン取り放題できないんで、技マシンだけ取りに行こうと思います。サファリボールをもらった。これで取り放題してねってことか。途中こんなもの拾ったよ。切り払いの技マシンもらった。入り口にすぐくれるんだ。助かる助かる。なんか大湿原の中を探し回るのかなって思ってたから。この子もなんかくれるのかな。クイック号に乗るのをおすすめするよ。へえ、大湿原の中を電車で走れるんだね。せっかく来たから乗ってみようかな。
おー、ルリリだ。かわいい。でも野生のポケモンちょっとめんどくさいから、スプレー使っとこう。よし、オッケー。落とし物あるから拾ってこう。毒消しを見つけた。毒消しか。他にもね、技マシンあればいいんだけど。これは傷薬を見つけた。まあ使えるし、いいか。おー、ここにもある。シルバースプレーを見つけた。おー、これはいいね。こっちはお、ここにもある。スーパーボールを見つけた。ボールはいらんな。あ、終わっちゃった。結局他にはいいもの見つけらんなかったな。よし、じゃあ出現終わったので、一旦ゲームはここまでにしておきます。それじゃあもう夜になっちゃうので、道の駅に向かいながらお風呂に寄って、あとご飯も買っていきます。いや、昨日すごいハイカロリーのご飯食べて今日は控えようって思ってたんですけど、普通に朝からね、チキン食べちゃったんですよね。ってことでね、ちょっと今夜は本当に軽めにします。道の駅に行く前に銭湯に寄っていきます。今日はシーサイドインホテル厚岸に来ました。ここのホテルは日帰り温泉もあるので、一日の疲れを癒していきます。道の駅厚岸グルメパークに到着しました。釧路の道の駅を探したんですけど、ちょうどいいところがなかったので、釧路の隣の厚岸町に来ました。それじゃあ車中泊の準備します。北海道やっぱりめちゃくちゃ虫が多くて、この車中泊のセッティングをする間にもすごい耳元でね、ブンブン聞こえてるんですよね、音が。なんで、この風なくなるスプレーを持ってきてたんで、ちょっと海外には効くかわかんないんですけど、ちょっと車の中に巻いとこうと思います。ほんとね、北海道ね、東京じゃ考えらんないサイズの虫いるんだよね。ちょっとあんまり吸い込むと良くないんで、息止めてやります。よし、多分これで大丈夫なはず。いや、釧路に近いんで、厚岸も涼しいもんだと思ってたんですけど、もう全然普通に暑いですね。なんで、ちょっと窓を開けてるので、声を抑えめにします。よし、じゃあ今日はセブンで夜ご飯買ってきました。虫除けスプレーしてからちょっとしばらく時間置いてるんで、もうね、ご飯食べたりしても平気だと思います。昨日からカロリーを取りすぎているので、野菜スティックにしました。セブンの野菜スティックは結構美味しいのでよく食べています。あと、この飲むヨーグルトなんですけど、濃厚でもう本当に美味しいので皆さんにもおすすめしたいです。200円ぐらいするのでちょっとお高いんですけど、本当に美味しいのでぜひ一度飲んでみてください。じゃあご飯も食べ終わったんで、さっきゲームでのもせ大出現までやったので、次の目的地の手前のところまで進めようと思います。じゃあ再開していきます。じゃあこの後はどうしたらいいんだろう。のもせシティを探索仕様になってるな。じゃあいろんな人に話しかけたらいいのかな。バブルシール B をもらった。ありがとう。なんか全然ボールデコしてないけど、まあそのうちやろうかな。このオタクはバンダナをつけるにふさわしいかちょいと見させてもらうぜ。どういうこと？バンダナって。ポケモンのコンディションを高めてやるならもっとポフィンを食べさせないとな、だって。ポフィンか。まあ、ストーリー関係ないからいいかな。じゃあ、どこ行こうかな。この人はね、話しかけたもんね。銀河団？ブツが予約届いた。
まず湖で試そう。おー。聞いてたな、俺の大声の独り言。あ、なるほどなるほど。銀河団に話しかければよかったんだね。あ、行っちゃった。じゃあ追いかけていくのかな？よっしつこいな。我々の実験がしびよく成功すれば、ボスの理想の世界が作り出される。うんうん。追いかけてくるんじゃねえぞってことは追いかけてくるね。あれ、ジュンだ。銀河団追いかけたのになんか忙しいな。ねえ、絶対バトルするじゃん、ジュンと。じゃあどれぐらい強くなったか確かめてやろう。ジュンが勝負を仕掛けてきた。もうムクバードになってるかな。あ、かわいい。まだムックルだ。よし、行ってこい、コリマル。じゃあ電気ショック。いけ。よしよし、オッケーオッケー。ジュンにさ、あ、まだムックルだ、かわいいとか言ったけどさ、こっちもこっちでまだコリマルなんだよね。ぽったいしを繰り出そうとしている。じゃあこのままでいいね。じゃあここもスパークで。いけ。よし、オッケーオッケー。急所だ。これは無駄急所だね。カラちゃんがレベル34に上がった。次はロゼリアだって。じゃあここは彦摩呂だね。よし、これまで交代だ。お疲れ。じゃあここは火炎車だ。さすがに落ちるよね、一発でね。よしよし、オッケー。じゃあ最後はポニータだね。じゃあジュンも最後の戦った時からあんまりパーティー変わってないね。いけ、かなちゃん。じゃあここは濁流。高速移動だ。絶対ポニータ高速移動から入ってきてる気がする。じゃあ濁流いけ。よしよし、オッケー。いや、完璧だ。全部一撃じゃん。よし、ジュンとの勝負に勝った。なんだってんだよ。賞金として3348円もらった。ありがとね。まあ、ちょっとは強くなってるかもな。いや、ジュンはさ、誰も進化してなかったしさ、もう少しレベル上げた方がいいよ。次は手加減なしだぜ。次も手加減なしだよ。よし、じゃあ、さっきの銀河団を追いかければいいんだよね。いるかな、この辺に。いないね。どこまで行っちゃってるんだ？あれいなくない？いたいたいた。これを作るため発電所のエネルギーを奪っていたのだ。これって何？またクソでかい独り言聞いちゃったよ。はいはいはい。また逃げちゃうんだ。じゃあ追いかけていくと。これもしかして立志湖のほとりまで行っちゃうのかな？いない。いやー、そうだよね。この先立志湖のほとりだもんね。じゃあ、一旦ここでやめておきます。じゃあ今日はここまでにして、明日は立志湖のほとりのモデルになっている標茶町にもう一回行こうと思います。それじゃあ歯磨いて寝る準備します。ポタ電の残量は 45% あるので、まだまだ大丈夫そうです。いや、結構気温下がったみたいで、扇風機あれば寝れてよかったです。よし、じゃあおやすみなさい。おはようございます。今日は寒くも暑くもなくて、もうすっごい快適に寝れました。でもあんまりのんびりしてると車内すごい暑くなってきたんで、急いで準備して、で、昨日もお話ししたんですけど、今日は立志湖のほとりに行くので、立志湖のホテルのモデルになっている標茶町にまた行こうと思います。さあ、じゃあ準備して向かいます。
この道の駅厚岸グルメパークはすごい美味しい海鮮がね、浜焼きで食べれるんですよ。で、そこすごい行きたかったんですけど、今日は残念ながら定休日でした。機会があったらまた来たいと思います。よし、じゃあ結構暑くなってきちゃったんで出発します。厚岸町は213番道路のモデルになっていると言われています。綺麗な海を見ながら安全運転で向かいます。秀茶町にある公園の駐車場に着きました。それじゃあゲームの中でも立志湖のほとりに移動します。じゃあ再開していきます。銀河団どこまで行っちゃったんだろう。ここ抜けたら立志湖のほとりなんだよね。こっちはいないね。どこだ？あ、落とし物。ポイントアップを見つけた。ポケセンの回数制限があるからピッピ増やせるのはいいね。大事に使おう。あそこにいた。いや、どこまで追いかけさせんの？はあはあ。なんで俺はこんなに走っているのだ？いや、それこっちのセリフなんだけど、そんな逃げないでよ。漁業聞いてたな、俺の大声の独り言。勝手に一人で喋ってるだけなのに。うわ、また行っちゃったよ。これどこまで行くんだろう。いや、さすがにさ、トバリシティとかまでは行かないよね。なんと、まだ追いかけてきたのか。湖は目の前なのに。バトルか。やっとバトルだ。ってことは追いかけっこはここまでかな。そうだといいんだけど。ニャルマを繰り出した。じゃあ、電気ショックで。よし、行け。急所だ。サイミングス？危ない。よかった。じゃあ、もう一回電気ショックで。よし、オッケー。いや、なんかこんなに引っ張った割にはすごいあっさり君負けちゃったね。銀河団の下っ端に勝った。走って逃げなければもっと戦えたのに、そんなことないでしょ。もう戦えない。それにヘトヘトだ。仕方ない。これは幹部に渡そう。せめて湖で使いたかった。なんだろう。何持ってんだろう。それはわからないんだ、今。シロナさんだ。湖を守るため世の中には立派な人もいるんですね。赤木さん。おや、久しぶり。図鑑の調子はどう？湖の言いつってお調べに来たんだ。じゃあ、まだ入れないんだ。幻のポケモンがいるんだね。210番ドルのコダックの群れ見た？見た。あれ何だったの？コダックたちが寄り添って頭抱えてったわ。これを使ったらいいわ。秘伝の薬だって。ありがとう。じゃあ、この後210番道路に戻る感じか。確かあの先ってさ、カンナギタウンがあったんだよね。やっぱりそうだ、戻るんだ。じゃあ、コダックたちを助けて、カンナギタウンに行くのかな？どこだ？あった。そしたら、一旦トバリシティに戻って、それで210番道路って感じかな。うわー、また網走に戻るのか。まあしょうがないね。こっち行けなかったよ。確かね、立志湖のほとりのモデルになってる標茶町から網走までは2時間くらいだったかな。まあもうね、2時間の運転なんてほんとちょろっとそこに行くぐらいの感覚になってきましたね。まあでもやっぱり同じ道を戻るってのはちょっとメンタル的に微妙ですよね。よし、じゃあこの先がトバリシティなんで、ゲームは一旦ここでやめときます。じゃあ次は210番道路に行くためにトバリシティを通らないといけないので、モデルになってる網走にまた戻ります。
いや、ゲームするときね、窓開けてはいるんですけど、もう車内めちゃくちゃ暑くなってね、ちょっとだんだん北海道も夏って感じになってきました。ここからだいたい2時間かからないくらいの運転になるんで、気をつけていきます。今、網走の道の駅に向かってるんですけど、途中でブックオフ通りがかって、あ、そういえば攻略本買うのもありかなーって思って、で、探しに行ったらね、ありました。ただ、ダイパリメイクの方はなかったんで、ダイパの方を買ってきました。この先どんな場所に行くのか知りたかったのと、あとそろそろポケセンに行ってポケモンフィットを買いたくて、でそのためには札幌に行く必要があるんですよね。なので攻略本で何のポケモンがどこの場所で捕まえられるかをよく調べてから行きたいと思います。そしたら目的地はもうすぐなんで、このまま引き続き道の駅を目指します。道の駅流氷街道網走に到着しました。じゃあちょっと今日はまだご飯食べてなくてお腹空いちゃったんで、道の駅の中でね何か探してきます。道の駅の中のフードコートに来ました。網走ちゃんぽんやカニ飯、網走ザンギ丼など網走でしか食べれないものが多くあります。悩んだ末にカニ飯にしました。いただきます。カニ飯にはイクラも乗っていて、見た目も味も良かったです。ここのフードコートは海を見ながらご飯を食べることができるので、景色も最高です。ごちそうさまでした。美味しかった。車に戻る途中になんとポケフタを見つけました。マニューラめちゃくちゃかっこいいですね。北海道にはなんと42種類のポケフタがあるみたいなので、いつか全部見に行ってみたいです。じゃあお腹いっぱいになったんで、ゲームの中でもトバリシティに移動します。それじゃあ再開します。いやー、さっき攻略本ゲットできたの結構でかいと思うなー。まあ、今回ね、トバリシティは本当にスルーしていくだけなんで、パパーっと通り抜けてこうかね。あれ？あ、こっちじゃないな。出口どこだっけ？あったあった、よかった。トバリシティ結構なんか入り組んでるっていうか、地形が面白いよね。じゃあこの先が215番道路で、ここ抜けたら210番だったよね。ああ、やっと戻ってきた。この子たちになんだっけ？秘伝の薬を使ってあげんだっけ？使います。あ、頭が痛かったんだ。そっかそっか。お？あ、かわいい。みんな散っていった。どうしたの？あはははは。かわいい。一人だけちょっと道間違えちゃったんだ。あ、シルナさん。はい、使ってあげました。頭痛を起こすポケモンと知られているけど、原因までは分かってないんだよね。何ですか、お願いって。お守りをカンナギにいるおばあちゃんに届けてほしい。珍しいポケモンいるんだ、カンナギは。いいですよ。じゃあ持っていくよ。古代のお守り。おばあちゃんなんていうか偉そうなオーラ出てるからわかると思うんだけど。カンナギの長老さんなんだ。タウマップを見ればわかるよね。じゃあよろしくね。またどこかで会いましょう。はーい。もう一回すぐにシロナさん会えると思わなかったな。じゃあカンナギはこの先だね。オッケーオッケー。じゃあカンナギの手前まで行こう。これなんだろう。すごい傷薬を見つけた。ラッキー。カラちゃんレベリングしたいから戦闘にしとこうかな。よし、オッケー。じゃあ、めっちゃ曇った。切り払いだ。違った、ポケッチだ、ポケッチ。
あったあった。お、野生のムクフォークが手伝ってくれた。ありがとう。おー。じゃあこれ切り払いなかったらすごい大変だったね。なかったら手探りで進んだってこと？それはだいぶきつそう。なんかすごい穴開いてる向こう側。おお。緑だから全然気づかなかった。賞金1836円もらった。おお、めちゃくちゃお金もらえる。じゃあこの人たちとも戦ってこう。ダブルバトルかな？うんうん、そうだね。エリートトレーナーじゃなくてダブルチームなんだ。へえ、ライチュウとギャラドスを繰り出した。結構強いポケモン持ってるね。イカカ入っちゃったからコリマラに変えてもいいけど、このまま一旦行ってみようかな。じゃあ、カラちゃんは原始の力をギャラドスに売って、ヒコマロは火炎車をライチュウに打とう。火炎車、いけ！どうかな？まあまあまあ。10万ボルト、どっちだ？カラちゃんか。耐えて耐えて。よしよしよし。オッケーオッケー。噛み砕く。カラちゃんか。危ない。原始の力、いけ！どうだ？いやー、全然入んない。じゃあやっぱカラちゃんコリマロに変えよう。ヒコマロはマッハパンチをライチュウで、よし、ありがとう、カラちゃん。じゃあ、マハパンチ。オッケーオッケー。お、コリマル39レベルだ。おー、カラちゃんも35レベルになった。お、大地の力を覚えたい。いや、これは絶対覚えさせたいね。どうしよっかな。水の波動かな。いや、でも濁流は PP が少ないからな。どうしよう。濁流。よし、じゃあ、PP 優先して濁流にしよう。いやー、やっと地面技覚えた。嬉しい。これで毒タイプにもね、強く出れるね。よし、オッケーオッケー。お、滝登り。ヒコマロか。嘘。隠れたのに一発？急所か。いやー、ヒコマロ必死だったの結構痛いな。いや、まあ、とりあえず、カラちゃん。そっか。じゃあ、スパークと、カラちゃんは自己再生にしよう。いけ、スパーク！よしよし、オッケー。いやー、それぞれ一匹ずつでよかったな。もしもう一匹いったらちょっと厳しかったよね。いやー、ヒヤヒヤしちゃった。嘘 !13,392 円すごいめちゃくちゃお金もらっちゃったやったー。いやー、ヒコムラ瀕死になっちゃったから復活層使っちゃおう。あそこで変えといてよかったな、復活層。他のとこでは売ってないのかな。今のところ随でしか漢方屋さん見てないよね。またエリートトレーナーだ。よし、どんどん行こう。こっち、あれ自転車かな？多分自転車通れるよね、これ。おー、よしよしよし。おー、びっくりした。忍者ごっこだ。よし、じゃあ、下かな。これは弱くだけだね。お、技マシンシャドーボールを見つけた。おー、こっちまで来てよかった。じゃあ戻って、さっきの下の橋を渡ればいいのかな。お、トレーナーだ。よし、行こう。あの人には、これで下れるんだ。よしよし。おー、びっくりした。忍者ごっこはいつもこういう風に出てくんだね。あそこの落とし物何かな？煙玉を見つけた。あんまり使わないかな。いや、ここの道路も結構長いな。トレーナーめっちゃいるし。この人は違うのか。お、この先カンナギタウンだ。やっぱトレーナーか。この上多分、
やっぱりさっき木の実見えたんだよね。よしよし、カゴの実。お盆の実、やったー。バンジの実。ウイの実。よーし、オッケーオッケー。じゃあお盆の実は持たしとこうかな。お盆の実、どこだ？あったあった。じゃあお盆の実、カラちゃんと彦丸に持たしとこうかな。コリマルはね、貝殻の鈴があるから。よし、オッケーオッケー。そしたらこの先はカンナギタウンなんで、ここで一旦ゲームやめときます。じゃあ次はカンナギタウンのモデルになってるエンガレ町に向かいます。ここからはだいたい1時間半くらいで行けるみたいです。いや、今日もね、移動が楽ですごい助かります。それじゃあ気をつけて向かいます。燃料がだいぶ少なくなってきたので、ガソリンスタンドに寄ります。4000円入れて満タンになりました。では、エンガル町を目指して運転頑張ります。カンナギタウンのモデルになってるエンガル町に着きました。無料の駐車場に止められたので、周りを散策してきます。JR エンガル駅に到着しました。駅はこんな感じで小さめな駅です。駅前にもいっぱいお店がある感じではないので、カンナギタウンと少し似ています。ゲームのマップを見てみると、ここがカンナギタウンです。実際の北海道の地図と見比べてみたところ、ここもモデルにはなっているものの若干位置が違いました。こちらはエンガル町のシンボル、ガンボーイオです。高さはおよそ78メートルで、てっぺんから街全体を一望できちゃいます。続いてエンガル神社に来ました。ゲームの世界のカンナギタウンには神社はありませんが、歴史を重んじる街だったので少し参考にしているのかもしれませんね。境内には伏見稲荷神社の千本鳥居も並んでいるので、すごく神聖な雰囲気がありました。道の駅エンガルには雪女の子とアローラロコのポケフタがあります。ロコももちろん可愛いんですけど、雪女の子も可愛いですね。ポケフタも見ることができたので、次の目的地に向かいます。車を30分くらい走らせて、エンガル町埋蔵文化財センターに来ました。埋蔵文化財センターの中には、黒曜石やアンモナイト化石が展示されています。展示品の中には数多くの石器もあって、これらは令和5年に北海道白滝遺跡群出土品として国宝に指定された日本を代表する考古資料です。さらに奥に進んでいくと、カンナギタウンの遺跡にそっくりな場所がありました。当時の生活の様子を表しているイラストが壁一面にありますが、カンナギタウンの遺跡の壁画に似ているなぁと思いました。さらにこの部屋には、本物のマンモスの牙も展示されています。マンモスの牙はかなり綺麗な状態で展示されているので、まさに PSA10 です。いやー、埋蔵文化財センターすごい楽しかったです。国宝とか、あとマンモスの牙とか、普段なかなか見れないものを見れたんで、いい経験になりました。それじゃあゲームの中でもカンナギタウンに行きます。それじゃあ続きやっていきます。早速ポケセンがある。おばあちゃんいた。遺跡の前に宇宙人みたいなのがおる。何もないのに腹を立てて爆弾を使うと言っておる？じゃあ止めに行かないとね。昔を伝える街だって。こっちは？お前知ってるかよ。新大地方ってポケモンが作り出したらしいぜ。そうなんだ。
ここなんかあるかな？集合するために時計は必要ない。これは君にあげよう。へえ、アナログ時計を手に入れた。ありがとう。まあ、いるかはわかんないけど。じゃあ、なんか面白い形してんね、この街。こんにちは。あれなんかお店？お買い物ですね。あ、フレンドリーショップ代わりなんだ。あ、じゃあせっかくなんで生産していきます。昨日の夜ご飯が500円だったから、やけど直しが2つで500円。で、昨日の入浴料も500円なんで、じゃあ眠気覚まし2つで500円。で、さっき買った攻略本が660円で、四捨五入して700円。で、今日のお昼ご飯が1100円なんで、いい傷薬が1つと、傷薬が1つ。で、あと毒消し1つで、これで合計1100円。よし、生産 OK。見た目がフレンドリーショップじゃなくてもフレンドリーショップなことあるんだね。ポケモンの世界を変えてみませんか？黒いメガネを手に入れた。なんだっけこれ。あ、悪タイプの技の威力が強くなるんだ。ありがとう。この人は？フレンドリーショップの代わりに。あ、そうそう、ここね。こっちはなんだろう。なんかずいぶん大きなお家だね。わあ、立派な家。お姉ちゃん、新オ地方の神話を研究してるの。あ、白菜さんの妹かな、この人。じゃあここ白菜さんの実家だ。どこから来たんだい？アフトブタウンから来ました。あ、そうそう、宍道湖の近く。感情の神エムリットが君のことを謝ってるだろうな。そうそうそう、宍道湖にね、エムリットいるんだよね。後々会いに行くのかな？こっちは？どうも、お邪魔します。天眼山行ってみれば一番空に近い場所か。確かにそうだね。天眼山すごい大きいもんね。どうやって降りんだ？あれ階段、なくない？ここ降りれないもんね。階段どこ？あれなんか見逃してるかな？ここ？あ、ここかここか。なんか社っていうのかな？あるね。こんなしみったれた街なんもないなら銀河爆弾で吹き飛ばす。邪魔するっていうのはポケモン勝負。邪魔するよ。なんでそんな爆破とか急に過激なこと言うの？銀河団の下っ端が勝負を仕掛けてきた。アゲハント。今回初めて見たね。いけからちゃん頑張れ。そしたら水の波動でいいね。間違えちゃった。じゃあ水の波動で。いけ！どんくらい入るかな？まあ。風起こし。それは平気でしょう。よしよし。じゃあもう一回水の波動。いけ！よしよし、オッケー。じゃあもう一体なんだろうな。グレッグルだ。じゃあカラちゃん地面技覚えたからちょうどいいね。大地の力って一発じゃないかな。よし、いけ。オッケーオッケー、ナイス。よしよし、銀河団の下っ端に勝った。1296円手に入れた。ありがとう。強い。仕方ない。こんななんもないとこどうでもいいから帰ってやるぜ。行っちゃった。この先なんだろう、洞窟？おばあちゃん来た。助かったわ。それにしても強いトレーナーだ。長老としてお礼を言うよ。お守り見してくれるかい？そうそう、白菜さんに届けるように頼まれたんですよ。どうぞ。昔カンナギで作られてたお守りでな。そうなんだ。せっかくカンナギに来たんだ。遺跡の中を見ていかんかねだって。これ遺跡なんだ。何があるんだろう。なんもないけど。なんかあそこに書いてある？大昔の壁画を見つめた。よくわからない模様が壁一面に書かれている。3つの何か。
熟知あうのメモリットかな。この壁画、そこには神がいた。強大な力を持っていた。力と対になるよう3匹のポケモンがいた。ああ、やっぱりそうだよね。あの3匹だよね。いいものを見つけたんだよ。これを持っておき。もともとは孫のものだけど。いいの勝手にもらっちゃって。技マシン95を手に入れた。なんだろう、95って。あ、波乗りだ。おー、これで行けなかったとこ行けるようになるね。いいのかな、白菜さんに言わないで勝手にもらっちゃって。ポケッチから波乗りを使えば、わかるよ。ヨスガのジムバッジがいるんだね。オッケー、じゃあ、この後ヨスガシティのジムリーダーに挑戦しに行けるようになったのかな。こっちはないね。あの壁画しかないんだ。オッケーオッケー。じゃあ、この後また、赤木さんだ。どうもくだらない争いがあったようだ。もっと世界を見ろって。はいはい。宇宙のような大きさでね。私の名前は赤木。くだらない争いをなくし理想の世界を作るための力を探している。が、ここにはなさそうだ。天眼山で会いましたね。なんか力を見つけたら教えてほしいだって。いやー、ちょっと銀河団に加担するのはね、ちょっとあれなんだよ。もし見つけたも教えないかな。次はやっぱりヨスガジムのメリッサを倒そうになってる。じゃあこの後はヨスガの帯広に行くんだね。オッケーオッケー。じゃあそしたら空を飛ぶでヨスガに行けるんで、一旦ゲームはここまでにしときます。よし、じゃあ次はヨスガシティのモデルになってる帯広にまた向かいます。で、前回ヨスガシティに行った時はまだ事務戦ができなかったんで、今回は事務リーダーのメリッサに挑戦しに行きます。で、調べたらここからだいたい3時間ぐらいかかるみたいで、いや、ちょっと長期できついんですけど、頑張っていきます。運転をしていると、鹿さんが道路を普通に横断しています。鹿さんを引いてしまわないように引き続き安全運転で行きます。いやー、3時間半きつかった。約ね、200キロぐらい移動してきました。途中休憩もしたんですけど、やっぱり長距離運転はね、めちゃくちゃ疲れますね。で、しかも途中すっごい鹿がいっぱいいる道通ってきて、で、そういう時って普段以上に運転しながら集中力使うんで、もうほんと疲れちゃいました。それじゃあゲームの中でもヨガシティに行きます。よし、じゃあゲーム再開します。そしたらヨスガシティに行くから空を飛ぶでね、一気に飛んじゃうと思います。そうだ、ポケッチからだ。じゃあ空を飛ぶで、ヨスガはここだね。はい、お願いします。わあ、かっこいいムクバード。よし、じゃあそしたら、まずはフレンドリーショップに行って生産しちゃおうかな。どこだっけ。あったあった。じゃあそしたら、さっきエンガルで行った文化財センターの入館料が320円なんで、四捨五入して300円。それからガソリン代が4000円だったんで、いい傷薬が3500円分と、あと傷薬が1つで300円と、麻痺直し1つで200円で、これで合計4000円。よーし、じゃあ早速ね、メリッサさんに挑戦しに行こうかな。メリッサさんは見た目的にエスパーっぽいけど、何のポケモン使うんだろう。そうだ、回復しとかないと。よし、じゃあ満タンにして、よし、オッケー行こう。そうそう、ここのジムなんかすごい狭いんだよね。ゴーストタイプか。はい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 。エスパーかと思ったよ。じゃあそしたら、彦摩呂もう少し回復できるから一応満タンにしとこう。いや、事務戦だからね、念には念をで。よし、オッケー。じゃあそしたら、戦闘をコリマルにしとこう。噛みつくがあるからね。
じゃあなんかあそこ行けばいいのかな。あ、エレベーターみたいな感じなんだ。はあ。問題、3たす5たす7はいくつ？15。そういう感じなの？あ、正解です。おめでとうございます。おー。あ、じゃあこのジムはトレーナーとバトルしないでクイズに答えていく感じなんだっけ？ 12 たす28はいくつ？40。じゃあ真ん中行って、正解だよね。へえ、面白いね。こんなとこもあったっけ？次は 3×13 はいくつ？39。じゃあ左側だね。また合ってるよね。よし、じゃあ次。全然トレーナーいないんだ。最初の部屋の答えは15だったっけ？すごい、もうメリサさんと戦える。お待ちしてました。この国に来ていっぱい勉強しました。コンテストします。だから私こんな格好。そっか。だからドレス着てるんだね。対戦よろしくお願いします。メリッサさん何出してくるんだろう。メリッサが勝負を仕掛けてきた。フワライド。メリッサさんの腰にさ、フワライドの口ついてるね。かわいい。よし、行ってこい、コリマル。じゃあ一角入れて。じゃあ、スパーク。鬼火。ちょっと地味に嫌だな。物理技半減しちゃうからね。よし、スパーク、いけ。全然入んないね。まひった。ラッキー。じゃあ、とりあえず、ボールチェンかな。よし、じゃあ、ボルトチェンジ。落ちろ。ちょっと足んないか。たたりめきそうだから、ここはカラちゃんにしよう。よし、頑張れ、行ってこい。よし、読み切った。オッケー。じゃあ、コリマル大事にしたいから、やけど直そう。いやー、何が来るかなー。すごい傷薬か。まあ、オッケー。結構回復しちゃうなー。じゃあ、原子の力で。いけ。いやー、入んないなー。能力上昇引けた。これは熱いねー。よし。鬼火。まあ、これはあんまり関係ないかな。じゃあ、水の波動。いけ。どうだ。ナイス。結構運いいね。じゃあ、もう一回水の波動。いやー、またすごい傷薬か。ちょっとめんどくさいな。全開しちゃったか。じゃあ、水の波動。いけ。もうこれで落ちるね。よし、オッケー。なんとかフワライト突破だ。一匹目から結構手こずったな。ゲンガーか。どうしようかな。じゃあ、一旦コリマル投げよう。よし、カラちゃん戻れ。いけ、コリマル。いいな。ゲンガー好きだから羨ましい。34レベルだから大丈夫そうだね。じゃあ、噛み砕くで。上取られてる。ヘッドバック。一発？やばい。ゲンガーめっちゃ強いんだけど。待って、どうしようかな。まあ、彦摩呂しかないか。さあ、彦摩呂、頑張れ、行ってこい。じゃあ、火炎車。上取れてる。耐えて。危ない。いやー、しかも毒っちゃった。これで倒さないと負けかな。
とりあえずお盆の実食べて。いや、一発で落ちるかな。頼む。いやー、半分かー。いや、終わったかな、これ。ここはもう復活層使うしかないな。どこだっけ復活層。ちょっと待って、テンパりすぎてどこかわかんなくなっちゃった。落ち着け落ち着け。あったあった。じゃあ、復活層これまでに使って、どうしたら勝てるかな。いやー、彦丸も落とされちゃった。じゃあとりあえずカラちゃん出して、復活層を彦丸に使おう。いやー、ゲンがめちゃくちゃ強いな。親ピカだ。とりあえず一旦稼げたね。まあここは上取られてるから、カラちゃん切ります。しょうがないね。ヘドバク。耐えないよね。9章か。でもどのみち混乱してたからね、厳しかったね。じゃあ彦摩呂にします。いけ彦摩呂。彦摩呂うまく戦えるかちょっと不安そうだって。大丈夫だよ、一緒に頑張ろう。ヘドバク。耐えて耐えて。危ねえ。かいくるま、いけ、倒して。よし、オッケー。いやー、なんとか倒せた。じゃあ、あと1体だね。39レベルになった。炎の渦覚えたい。炎の渦はいらないかな。威力35だもんね。なしで。ムーマージュを繰り出そうとしている。ムーマージュか。じゃあ、コリマルに変えよう。ありがとう、彦摩呂。よし、コリマル頑張れ。最後の1匹だわ。1匹まで追い詰めたけど、いやー、ムーマージュ強そうだな。まあ、意味ないけど一角入れて。よし、じゃあ、噛み砕くで。足光。完全に運ゲーになったか。いやー、コリマル頑張れ。ダメか。いやー、家も高いから結構痛いな。もう一回噛み砕くで。マジシャ。耐えて。危ない。動いて。よし、噛み砕く。いけ。落ちないか。いや、でも彦摩呂もいるし大丈夫かな。頑張りましょう。ね、メリサさんもう少し頑張らないでくれると助かるんだけど。ここどうしようかな。一旦カラちゃん復活させよう。マジカルリーフ。耐えた。ナイス。悲しませないと待ちこたえたって。コリマル偉すぎる。じゃあここはすごい傷癖で回復しよう。いやー、コリマル偉いね。ありがとね。よし。マジカルシャイン。めっちゃいる。いや、もう一回噛み砕く。マジカルリーフ。また耐えた。偉いんだけどさ、さすがにここまでやったらずるくないかな。混乱解けた。よし、やったー。いやー、コリマルが大活躍でなんとか勝てた。いや、今までのジム戦っていうか、今までのバトルの中で一番ヒリヒリしたね。コリマル41レベルに上がった。よし。あなたは最高に強いです。私負けたの分かります。賞金として4608円手に入れた。私びっくりです。あなたもあなたのポケモンもとても強い。いやー、嬉しい。5個目のバッジゲットだ。リリックバッジをもらった。いやー、もう事務戦も折り返しだね。ポケットの秘伝技、波乗りを使います。技マシンも。シールももらった。ありがとうございます。技マシン65を手に入れた。これは何だろう。リサさんが使ってた技かな。シャドウクローですって。
ありがとう。いや、ここのジムはトレーナー戦わなかったけど、その分でリサさん超強かったな。はあ。っていうかここなんか直通のエレベーターとかないんだ。一回一回下っていく感じなんだね。てか正解じゃない扉に入ってたらどうなっちゃってたんだろう。また一からやり直しとかそういう感じだったのかな。それか間違えた部屋にはトレーナーがいたとかそういう感じかな。さすがにね、誰一人としてトレーナーいないジムってなかなかないよね。よかった。一番下まで降りてきた。じゃあそしたら、シロナさんだ。シロナさん。探してたんだって。ありがとう。そうそう、おばあちゃんに会ってきました。渡したよ、お守りも。それにしても銀河団って宇宙を作り出すとかおかしな格好でおかしなことを言ってるだけね。いや本当にそう思う。遺跡面白かった？いやそんなに。ミオシティに図書館があるからそこに次行ってみたらって感じなんだね。オッケーオッケー。ミオシティか。どこだろう。ミオシティへ行こう。じゃあちょっと一旦回復しとこうね。いやーみんな満身創痍だ。よし、オッケー。じゃあ、ミオシティはどこだ？めっちゃ端っこじゃん。うわ、すごい遠いな、こっから。じゃあ、コトブキシティに一旦空飛ぶで飛んでからミオシティかな。オッケーオッケー。じゃあ、今日はゲーム一旦ここまでにしておきます。これで5個目のバッジゲットできました。いやもうこれで事務戦は折り返しなんですね。早いな。それじゃあ今日はもうヘトヘトなんでお風呂に入って、で、道の駅に移動して休憩しようと思います。道の駅に戻る前に大好きなお寿司屋さんがまだ開いていたので急いで行きます。見てください、このイクラの軍艦。もうね、このイクラを食べてしまったら北海道以外でイクラは食べれなくなっちゃうぐらい本当に美味しいです。他にもブリの握りやうなぎの白焼き、サーモン握りや特大アナゴなども注文したんですけど、どれも本当に美味しいので大満足です。ご飯を食べた後は前回帯広に来た時と同じく天然温泉法の前音吹でお風呂に入りました。前回帯広に来た時も休憩させていただいた道の駅に到着しました。聞いてくださいよ。さっき今日の晩ご飯はコンビニかなって思いながら運転してたら、通りに北海道で有名な名古屋家庭が見えて、もしかして間に合うかなと思って、ちょっと一旦営業時間調べてみたら、ギリギリラストオーダー間に合ったんですよ。なんでさっき念願の美味しいお寿司食べてきました。もうめちゃくちゃ美味しかったです。いや、長距離運転疲れたなーって思ったんですけど、全部吹っ飛んでっちゃいましたね。それじゃあね、8泊の準備しちゃいます。充電が残り 32% になっていたので結構減ってきちゃってはいますが、まだあと何日かは大丈夫そうです。今歯磨きも済ましてきました。よし、ゲームは今のところもうこれ以上は進められないので今日はもう寝ようと思います。いや、昨日の厚岸も暑かったんですけど、ちょっと帯広本当に暑くて、今ね扇風機2台回してるんですけど、その風はめちゃくちゃぬるいんですよ。だからちょっと寝られるか心配だな。いや、ついこの前までね、北海道めっちゃ涼しいとかって言ってたんですけど、なんなら寒いとかね、言ってたんですけど、いや、本当にちょっとだんだん車中泊が怖くなってきました。窓は危なくないぐらいにはちょっと開けてるんで、ね、ちょっとなんとか寝てみようと思います。それじゃあおやすみなさーい。
ミオシティのモデルになっている小樽市に到着したりのちゃん。ついに念願のホテルに泊まったり、ポケモンセンター札幌では新たな仲間を迎えます。ドライブをしていたらなんと大量の鹿が無事に目的地には着けるのでしょうか。次回ルクシオ大捜索。